おはようございます。ブルーブルーアンバサダーのあずあずこと神野あずさです。はい、ということであずあずがいるということは柴修行です。はい、6回目 6?7? 2024年初めてですね、はい、一発目ということでこの柴修行2年目に入りました。はい、2年目も頑張りましょう頑張ります。はい、ということでいろいろありまして、とある場所に来てます。はい、サムネにもあると思うんですが、もうちょっと夕方でね、この後夕間詰めを迎えるのでささっと準備していきましょうか。はい、ということでじゃあ2年目の抱負お願いしますはい、2年目は1年目に習ったことをめっちゃ真面目。あ、そういう系でごめん待って違うのじゃあ頑張るぞみたいなあれかと思ったけど言わせてごめん言わせて言ってごめん言ってごめん侮ってた。2年目は1年目習ったことを踏まえて、あと自分で考えるってこともしっかりしていきたいっていうのと、はい、あと初の80センチ以上を今年はこのロケの中で釣るっていうのをやりたい、みんなに見せたいなるほどと思います。頑張ります。今回はめちゃくちゃ考える回になると思うので、はい、いっぱい考えてください。はい、ということでこの後雨降りますが頑張りましょう頑張りましょうということでやってきました、利根川です。神奈川何？神奈川って言った？ごめん、利根川。利根川。ちょっと待って。利根川です。利根川。利根川は日本一のはい。流域面積を誇る川です。ほう。で、ここはね僕全くやったことないんで僕もわからない。なるほど。なんで急にこんな感じになったかっていうのはまた釣り始めてからいろいろ話したいと思います。はい。はい。じゃあ最初何がいいとかも。潜んないやつの方がいいかも。浅いもんね。めちゃくちゃ浅いです、ね。だからとりあえず上から様子見てやってこっか。ちょっといきなり根がかりしてもテンション下がっちゃうしね。はい。雨ですよ。また雨です。またですよ。ほんと雨率高いんだよ。で、なぜ今回ここになったかっていうと、本来はね全然違う地の予定だったんですよ本来は長崎県の島原に行く予定だったんですけど、3日間、はい、雷雨雨だけじゃない雷まで本当に一瞬も竿を出せそうになくて、大抵3日間予定取ってれば半分もしくは1日ぐらいなんか様子見ながら竿を出しそうなんですけど、全く出せなそうっていうことでギリギリまで様子見て飛行機キャンセル代半分払いながら断念しました初めて飛行機キャンセルしましたマジで。はい。だって4万円なのに6000円しか返ってこなかった本当に急遽ほぼ情報ゼロでできるところはないかってとこで利根川に来て情報なく頑張ってます。ちょっとキャンセル代かかってるんでちょっと頑張んなきゃいけないですすんごい雨の確率だなマジで。何なんですかねその人のせいみたいな何なんですかねだって私あんまりロケで雨が降るってないですもん。僕もないですよさあ釣れるのか。今のところ釣れる気はあんましてないけどしてないですか。頑張っていくしかない。全然わからない状況もどんな感じなのかも。多分全面釣れるからいろんなとこ投げてった方がいいかも。回遊ですか。回遊なんじゃない。多分結構回遊だと思う。ここは浅いとこと深いとこが隣接してるのと川もね合流するから多分回ってきやすい場所だからしばらく粘りましょう。はい。暗くなるまで。おっと、うわー、シバスだ絶対今の。バイト思いっきりバイトだった。嘘。食った。バレたー、マジかよ。シバス。どこら辺で。もうすぐそこ。今の食い方絶対シバス。マジこんな浅いところでいるん。もしかして期待持てんじゃないこれ。適当にやった方が釣れるかもしれない。
あんまプラン立てするよりでもプラン立てずにやるの初めてじゃないですか。そうだね。ちょっとワクワクしてます。昨日一昨日昨日か昨日だもんね、あずあずに。はい、急遽関東来てくださいって、とりあえず。いや、中山さんいなかったけど、この間ね、あずあずシーバ修行番外編個人 YouTube バージョンでね、めっちゃ釣れたのよ。めっちゃ釣れましたよねしかも2人のチャンネル1日ずつ撮って両方めっちゃ釣れたのよ。はい。だから今回なんか苦労するだろうなとはちょっと思いました、その時に。なんで1年貯めたパワーを多分あの日2日に使ったでもそれも YouTube で流れるんでね、見てください。はい。価格のあるまでやってればなんか起きるんじゃない？来た。食った。え？魚？魚。え？なんか怪しいな。それは違うな。ちょっと待って、何？それは違うな。何これ？楽しんで。外れた。ちょっと。それは違うな。いやー。幸先いいよ。魚の感触は。楽しい。もしかしたらメーター10ぐらいあったかもしれない。全然上に来なかった。真横に走ってた。来た今日絶対シーバスじゃない。でかい。あ、やばい。もうやめて。このラインが。やだー。すごいすごい。ちょっとやめて、本当。取れ高作るね。それ取れればシーバス怖くないね。頑張れ。でっか。めちゃくちゃ重たい。楽しい？楽しい。もうちょっと。最悪。あ、外れたんだ。外れた。もうあとちょっとだったのに。楽しい。よかった。修行ですな。ベイトさえな、この浅いとこいればユーマ詰め一発ぐらいなんかボンって起きそうだけどな。もうだいぶ暗くなっちゃってるけど。食ったダディ。お、鈴木か？ジャンボな鈴木じゃないか？でもさっきより。え、シーバス？違う？いや、わかんない。そこまでエララっぽい跳ね方はしなかったけど、でもわかんないよ。意外とすんなり寄ってきてない？すんなり来る。え？もしかしてやった？あ、抜けた。なんかすっごい変なところにかかってた感じ。鱗とかついてない？ついてない。全然違う魚ばっかり当たる。なんか2年目の意気込みありますか？え？バラさない。バラさない。鹿児島引きずってるな。2年目の目標は80センチ台を釣りたい。もうランカーね。うん。いいね。意外と簡単じゃないからな、動画上で80出すって。2年目ってのが信じられないね。まだそんだけしか経ってない。なんかすんごいやった気がする。未だに1回目が一番思い出深いもんだ。大雨なんですか？うん、大雨で寒いしバチ抜けないし。でもその時にシーバスって釣りが終わる時間がないんだなって思いました。取材はね釣れるまでだから昼過ぎから夜中まで。さあ今回は1周年記念でサクッと釣って焼肉行きましょうね、みんなで。そういうこと言うからそういうこと言うな。そういうこと言うから、どんどん遅くなってしまう。
去年のベストフィッシュは何？え？一番印象深いシーバスで？シーバス修行で。シーバス修行場の魚。岩手。岩手か、シャルダスか。シャルダスで釣った。自己記録。うん。なんかあの時釣れる前に2回当たりがあったんですよ。乗らなくて釣れたのが嬉しかった。なるほど。じゃあもう釣れるぞってなんか分かってたから。うん、なんかここにいるんだなっていうのがあって。ああ、なるほど。ちょっとベイトっ気がないな。もっとすごいですか、ベイト。ぴょんぴょんします？うん、あそこみたいな感じ俺は想像してた。この間バチ抜け行ってさ、手前にいっぱいいたじゃん。田舎。うん。なんか SNS で見たやつもなんかすごいいっぱいいたような気がしたんだけど。さあ移動してきました。はい。結構下流に移動してきました。ちょっとなんかさっきのところは魚来てなかったので、はい、ここは少し名誉も絡むポイントで、どうでしょう？どうでしょう？やってみなきゃわかんないですね。はい。結構流れ聞いてますこれって。ちょっとね投げてみないとわかんない。もともと今日あんま流れ良くないから、でもまあ風がね運よく同調する風だから、はい、そんな全く流れないことはないんじゃないかなと思います。はい。ボイルとか出てくれればいいけど、今なんかでもベイトが跳ねたね。すぐそこ。あれやってみようか。はい。どうぞどうぞ。どこ？125F で行けます。でも怪しいとしたら今。目開けりきり。怪しくない？本当、あ、本当だ。ベイトだ。何これ？なんかもしかしてすんごいベイビー？よっしゃ、食った。シーバスだ。こいつだ。イエーイ！シバスシバス。シバスだよね。見えてない。シバスシバス。やっぱ手前でやってるの全部シバスだ。でももうちょっとなんか良さげなのもなんかやってたりしたんで、多分これより二回り大きいのぐらいはいそうですけどね。とりあえずラザミンで表層直下パターンです。よし、逃がしてあげよう。すぐ早急に。ごめんよ。変えよう。でもすごい量いるよこれ。意外と出ないけどね。出ないんだ。もっと量がちっちゃい方が出るよね。スネコン50とかにしたらすごい釣れると思う。あ、そんなにベイトちっちゃいんだ。ベイトちっちゃい。この手前にいるけど2センチぐらい。オッケーオッケー。でウエイトだけ戻して、そうそうそう。ちょっと良さげなのもやっぱいるな。ほんとその出てるところ通すのが一番いいよ。すごいな、すごい量だな。あ、来たー。イエーイやったー。やったー。バレたシーバスだ、シーバス。なんか今パコンって落としなかった？落としたよね。うん。どこだ？今のそんなちっちゃくなかったぞ。でもマイクロかな。ちょっとルアーサイズ下げたらもうなんもない。マジか。ラザミンしか食わねえなこれ。ラザミンですら相当見切られてるのに、他のルアーちょっと太刀打ちできないレベルだわ。ちっちゃ。こいつら食べてんのかな。
こんなちっちゃいの？よし。なんか結構出るんだけど乗らない。上げてきたな。やばいよ、ちょっとボイル減ってきたよ。まずい。まずい。難しいな。移動してきました。はい。さあ着替えてウェーダーを履いてきましたね。ウェーディングですね。ウェーディングです。ここから馬詰めから暗くなるまでちょいかな。暗くなるとまた潮が変わるから、はい。そこまで粘る予定です。はい。さあもう大丈夫ですね。ここは大丈夫です。そういうポイントですか？はい、もうここはやったことあるんですか？ないです。ない。頑張りましょう。はい、お願いします。明るいうちはバイブレーションとかで、あ、夜になったらミノとかで。はい。はい。まあちょっと状況を見て。最初はバイブレーションから。がいいかな。シルバーもいいけどね。これいいです。白。これずっとこんな浅いんですか？こっち行くと深いと思うよ。ここら辺でやる。とりあえずやりましょう。はい。浅いからなるべく飛ばして、はい。で竿立ててあんまそこすらないように。こういう時にねちょっとロングロッドはいいんですよ。取り回しの面で結構8フィート台9フィートジャストぐらい使う人多いと思うんですけど、浅いとこで少し潜るバイブレーションみたいなやつをレンジ上げられるんで、魚が遠くてなるべくルアー飛ばしたいって時に少し重めのルアーも使えるのがロングロッドの強みですね。メタ社の 15g、 もうちょいこのシャロータイをバイブレーションよりゆっくり引けるんでこれにしています。飛距離もこっちの方が飛ぶし、シーバス？違うっぽいよな。こんな高速で巻いてない。今スロー域で食ったから。でもなんかバイトっぽくなかったんで。シーバスじゃないですか。シーバス？すごい。とても綺麗なシーバスですよ。やっぱね速度域が全然さゆっくり出ましたから、いや引っかかんないしメタルシャルダスだしなと思って、なんかヌーンって食ったよ。すんごい緩い食い方した。取りたいね。メタシャだからちょっと慣れそうだよ。光りどころ見たいな。あ、よし。あ、ダメだ。最後の最後でやりそう。大事にね。今もう一回。あ、外した。よし、まだ。わはい、綺麗。痩せてるな。思いっきりアフターの魚で食い方が全然ヌンって感じだったけど、メタシャの15ですね。こっちの方がゆっくり引けるなと思ったんで、いや当たりましたね。だいぶ遠かったです。日よりもちょうど良かったと思います。ちょっとバイブレーションじゃ届かない位置で届かせようとして重くするとそこズルズルすっちゃうんで、そういう時にやっぱこういうメタルのシャルダスですね。1個だけ持ってきてたんですよ。当たりました。よしよしよし。いやほんとこういう時メタシャはほんと助かる。唯一無二というかほんといいところを埋めてくれる。さあ1個しかないから、あずあず釣れたこのメタシャが1個しかないから
使う？使います。なんか雰囲気はこれがやっぱ良さそうで、投げたら結構早めになるべく飛ばした方がいいかも。飛ばしてゆっくりですか？うん、バイブレーションだとちょっとそこすっちゃうでしょ、ゆっくり巻こうとすると。はい。だからなんかこっちの方が程よくゆっくり弾ける。お借りします。ほい。釣りたいシーバス。釣れる。沖の方はだいぶ深いんで、もしかしたら 10g 重いこっちでもいけるかもしれない。メタ社のいいとこはバイブレーションと違って、この違う魚をファールフッキング引っかかりづらいですよね。速度域も遅いし、形状的にもそこがいいとこですね。でかい魚のすれがかりが少ない。すんごい量いますからね。この遠投先のアキュラシーって意外とオープンエリアで大切にしてて、もちろん誰もしも扇状に狙えっつったら扇状に狙うんですけど、その精度を結構僕は意識してやってます。なんか右行っちゃったな、左行っちゃったなみたいなのをなくすように、なるべくその狙ったとこに、だから2投連続同じとこに投げないっていうのが結構大事ですね。で扇状も例えば右から左とか左から右にやるんじゃなくて、正面右左ってやって、次そうしたら正面のちょい右か左やって、次は右側の左か右みたいな感じで、これオープンエリアって意外と適当に投げちゃったりするんで、そこを結構細かくやってあげると、もしかしたら1個ある岩についてる魚がいるかもしれないんで、粘るなら雑にやらずに丁寧にやった方が釣れると思います。はい、じゃあ 125F。食った。違う。シーバスだよな。すっごい。エラ洗いだもんな。おっしゃおっしゃ。なんでプロトの。すごい。シーバスだ。お、でかい。でかい。いいんじゃない、いいんじゃない。そんなちっちゃくないよ。よし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 。アウトスターアウトスター。やっぱ弱めの波動がいいよね。うわ、でかっ。いい食い方。でかい。すごい。いいサイズ。対抗も完璧。きたアウトスター。でかっ。ばっくりじゃん。いや、いいバイトだった。最初さ、重いからさ、こんないいシーバスあんま想定してなかったからさ、あれ手前も淡水かと思ったけど、スローリトリーブで最後。痛い。うわ、でかっ。でかい。太いね、でかいという。すごい。釣りたいよ。よし。いやー、いい魚マジで。重量感がフッキングからやっぱありましたね。食ったのは意外とそんな遠くなかったですね。最後のターンで。いや、この状況で食わせられるってやっぱね、結構自信になりました。さらに結構ルアー多分選ぶ状況だと思うんですよね。よし、バイバイ。うわー、いいねー。
いや、利根川らしいいい魚じゃないですか。アウトスター。名前の通りアウト、遠くですね。めちゃくちゃぶっ飛んで、で驚くのがスイミングの姿勢と、浮遊感。こんなに飛ぶのにこんなにゆっくり、さらに姿勢よく表層引けるっていうのをぜひ体感してほしいです。まず、はい。今のさ魚さ、うん。すんごい気持ちいいバイトだった。うざい。すっごいうざいじゃん。アドバイスでもなんでもない。ただの自慢なんだけど。ただの自慢です。今回釣らないと2回連続シーバス釣ってないやつになっちゃう。やだー。いつも結構ポイントとかやる釣り使うルアーって大体決まってて、こんな感じっていうのがあったんですけど、今回天候で場所が全然違うところになって、こうポイントを決めるところから高橋さんがどうやってポイントを決めてるのかなとか、こうベイトがまだ分かんない状況でどうやってルアー選んでるんだろうっていうのを見れたから、すごい勉強になりました。なんか私いい思いしたルアーを使いがちなんですねずっと。だから最近だとブローインの125で東京湾で結構釣れてたから、なんかそれが良さそうって言われたらずっとそれを投げちゃうみたいなのがあったんですけど、やっぱ高橋さんってルアー変えるのが早いというか、正解を見つけるためにすごいコロコロ変えてて、なるほどなと思って。確かにやったことないポイントでみんな全然釣れてなくて高橋さんだけ釣るって、きっとそういうことなんだろうなってすごい勉強になりました。やっぱ最初にオープニングでも言ったと思うんですけど、自分で考えて釣るっていうのがしたいし、第2回で秋田に行ったんですね。でキャストも全然飛ばない、もうなんか戸沢さんが言ってる流すって何みたいな感じだったんですけど、なんか同じ場所に行ったらちょっとは成長してるんじゃないかなって感じるので、なんかこう見てる人にもその成長が伝わるように頑張っていきたいなって思ってます。今年1年は自分で魚を見つけて釣りたい。次は数釣りもしてみたいけど、一発大きいの狙うっていう釣り方をしてみたいからずっと言ってるけど、熊本に行きたい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ということで急遽決まった場所変更になった利根川ロケでしたが、どうでしたでしょうか。めちゃくちゃ難しかったです。なんか、天候も1日目雨、2日目天気良くて暑くて、3日目寒い、そして流れもないとか、結構状況がコロコロ変わる釣り場なんだなっていうのと、でもベイトも多いし、魚気はあるし釣れるかなって思ってました。でも結構難しかったです。いやでもよく3日間頑張って投げてました。さすがの釣果でした。まさかの本当にまた修行になりましたが、きっとこれもまた次のシーパスロケの何かヒントになるはずです。釣れない時間も大事なんで、いい修行になったんじゃないでしょうか。釣れないのも修行だけど、またでも釣れなかった場所は
釣らなきゃいけないリストに入れていくって感じで。はいそうですねはい、またリベンジしたいとまたリベンジしましょう思います。はい、はいということで締めてください見てくれてありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。